もう一人の住人。小学生の頃、私たち家族は祖父母から受け継いだ古い大きな家に住んでいた。家族が暮らすのは母屋だが、敷地内には離れもあって、そこには亡くなった祖父母が生前愛用していた品々を置いていた。祖父の古い百合椅子やテーブル、祖母の化粧台や着物ダンス、ずっと雨戸で閉ざされたままの部屋はいつも少しのカビ臭さと線香の匂いがした。ある朝、具合が悪くて目が覚めた。喉が痛み、微熱もあった。病院に行くほどでもなかったので薬を飲み、今日は学校を休んで家にいるようにと母に言われた。薬を飲んだおかげで昼前には熱も下がり、気分もかなり良くなっていた。兄は学校に行っているし、両親は仕事だ。つまり家を独り占めできる。無人の家は妙にがらんとしていて、それがなおのこと特別に感じられた。友達は今頃授業中だろうな。そんなことを思いながら大音量でテレビをつけてお菓子を食べ、大声で笑った。いつもならそろそろ学校から帰ってくるぐらいの時刻になっていたと思う。さすがにお腹が空いたので台所へ向かった。母が仕事に行く前に昼ご飯を冷蔵庫に入れておくと言っていたのを思い出したからだ。多分おにぎりと味噌汁と兄のお弁当の残り物だろう。そう思いながら廊下を歩いていた。最初は何も感じなかった。手元のスマートフォンで動画を見ていたので、その音しか聞いていなかったのだ。台所の入り口の前まで来た時、引き戸が少し開いていることに気づいた。それにも何も感じなかった。無意識のうちに母がいると思い込んでいたのかもしれない。数十センチの隙間に手を差し込んでガラリと開けた。すっと嗅ぎ慣れない異臭を感じ、顔を上げた。目があった。背の高い男だった。子供の目線からだと天井までありそうな背丈に見えた。私は恐怖で凍りつき、ただその場に立ち尽くした。視線が合っていたのはほんの数秒だったと思う。だがそれよりもずっと長い時間に感じられた。男はただそこに立って私を見ていた。表情も何もなく、いや、顔は黒々とした影になっていてよく見えない。私の思考は真っ白で何も考えられなかったが、逃げないと、そんな本能に駆られてきびすを返した。背後からひんやりとした冷たい恐怖が追ってくる。私は声を上げることすらできずに走った。靴下を履いているので廊下は滑る、階段も滑る。それでも私は必死になって逃げ、息も絶え絶えになりながら2階の自室に駆け込んだ。部屋に鍵などはない。だが引き戸なのでつっかえ棒をすればすぐには入ってこれないだろう。私はブルブル震えながら傘や定規で入り口を塞ぎ、はっと気づいてベランダに面した窓にも鍵をかけた。カーテンは閉めたが、窓を開けて雨戸を閉める勇気はなかった。トントントン。入り口のドアがノックされた。ゆっくりと3回。お母さん、お母さん、お母さん。私はひたすら母に助けを求めた。小さな声で。体は震え、息もできず、涙で前もよく見えない。今、このドアの向こうにいるあの黒い大きな男が。お母さん、そうだ、お母さんに電話だ。私はパニックになりながらようやくスマートフォンの存在を思い出した。すぐ警察に電話をするのがベストだったのだろうが、小学生の私の頭には母に助けを求めることしかなかった。のんきな母の声がスピーカーから聞こえてきて、ほっとするよりも先に言葉が出なくてヒューヒューとあえいだ。泣いてもいたと思う。異変を察知した母が私を落ち着かせようとして電話越しに何かを言っている。だが怯えきっていた私は助けてとすらなかなか言えなかった。警察がやってきたのはおそらく15分ほど経ってからだ。私にとってはその15分が何時間にも感じられた。いつの間にか周囲はもう日が陰り始めていて、
赤紫色の夕暮れに染まっていた。一瞬だけ鳴ったサイレンの音にハッとして窓に駆け寄って外を見ると、ピカピカと光るパトカーの赤い点滅灯が見えた。助かった。ドッと安堵がこみ上げてきて、ようやくストンと腰を抜かして床に座り込む。複数の警察官が家の中に入ってきて私の名を呼んだ。助かったという確信を持てたのは急いで帰宅した両親の顔を見てからだ。警察は家の中を調べたが不審なことはないという。窓も玄関もこじ開けられてはいないそうだ。室内が荒らされた様子はないし、貴重品がなくなってもいない。土足で踏み込まれた様子もない。本当に侵入者などいたのか。真顔でそう問われ、母が激怒した。不審者を取り逃がしたどころか、こちらが嘘を言っているとでも言いたげな口ぶりに、私だって腹が立った。だが大勢の警察官がそばにいるという安心感と、駆けつけてくれた感謝はあったし、ほんの少しだけだが、私自身、お化けの類だったのかもしれないと疑ってもいた。当時の私は、現実と空想の違いがはっきりと分かっていない子供だったのだ。家中をざっと調べたが何も出てこなくて、警察は事件性はないだろうと引き上げ始めた。最後の警察官が門から出ていくとき、ふと離れの方に目を向けた。あそこは、そう問われて、まだ調べていないのか、と母がまた怒りをあらわにする。一応中は覗いたそうだが、人が隠れている気配はなかったとのことだ。やはり不機嫌そうな口ぶりの父が、死んだ両親の使っていた家具とかを置いています。と答えると、その警察官は、ゴミがいっぱいだったので、気になってと頭を下げる。ゴミ。嫌な予感がしたのは、私だけではなかった。帰ろうとしていた警察官たちを引き止めて、両親は離れを見に行った。私は部屋に戻っているようにと言われたが、ちょうど帰宅してきた兄の後ろについて大人たちの後を追った。真っ先に目についたのは、土間の入り口に置かれた白いスーパーのビニール袋。同時に、腐った生ゴミの匂いがした。公衆トイレのような匂いもした。うわ、兄が体を引いた。背の低い私にはよく見えなかったのだが、線香の匂いがしていた祖父母の部屋は、足の踏み場もないほどのゴミであふれかえっていたらしい。その中には私たち家族が日常で使うもの、室内用のスリッパや座布団やトイレットペーパーや水筒などもあったそうだ。なくしたと思っていたタオルケットがちらりと見えて、ぞっと背筋が凍った。台所にいた男が誰かはわからない。ただ、何日、いやそれどころではない日数、ここに住み着いていたようだ。私たちのすぐそばで、ひっそりと息を殺して、山積みになっているゴミの量から言って、何週間、いや何ヶ月もいたのかもしれない。その間、生活に足りないものを調達するために、たびたび私たちの家に侵入し、勝手に水道やガスを使って、もしかすると余り物のおかずやジャーで保温していた米にも手をつけていたのかもしれない。なぜこんなに長い間気づかなかったのだろう。母が洗濯物を干しているのは、離れのすぐそばだ。私が登下工事に使う木戸は、離れの裏手だ。その後、両親は離れを取り壊した。祖父母の遺品も申し訳ないが処分した。それでもそのまま住み続けるのは苦痛になり、私が中学に上がる年に引っ越した。もうあの恐怖を思い出しながら生活する必要はない。ただ、男はまだ捕まっていない。